こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は重ね着に便利なジャンパースカートを作っていきたいと思います。今回作るジャンパースカートは襟も空きもポケットもないとってもシンプルな作り方ですので、初心者の方からも挑戦していただけるかななんて思います。今回使う本はじゃん、こちらです。ボンボンさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服という本です。今回は準備編として作るデザインやあとは使う生地、裁断のところをゆっくり解説していきたいと思います。本題へ入る前に一つだけお知らせです。ただ服を作るでは自分一人で服作りに挑戦するのが不安だなという方や共通の趣味を持った方とつながりたいといった方のためにメンバーシップただ服の家を用意しています。週に2回ほどライブ配信を行っていて、内容は洋裁の基礎とかメンバーの方からの質問やリクエストに随時お答えしたりしています。メンバーの方から人気なのが一緒に作ろうシリーズといって、私がパターンを写すところから生地を裁断したり縫ったりする工程を全て編集なしでライブでお届けするなんていうものもあります。ライブに参加できなくてもアーカイブに全て残してありますので、好きな時間に何度でも見ることができます。みんなでチャットの中でワイワイ楽しみながらお話ししながら洋裁を楽しんでいます。興味のある方はぜひただ服の家まで遊びに来てください。それでは早速始めたいと思います。スタート。今回作る服はこのボンポンさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服という本の中のこの4番と5番、このジャンパースカートを作りたいと思います。中にインナーを着て重ね着で着るのにとっても便利だなと思います。タイトルにもあるようにこの何歳でもおしゃれを楽しめるっていうのがこのジャンパースカートにもすごく出ているなと思っていて、おそらくこちらの方は娘さんなんですけど、若い方が着ても可愛く着れるし、お母様の方が着られてもすごく素敵に着れる、割といろんな年代の方に着ていただけるデザインなんじゃないかなと思います。そして必要な生地の量なんですが、生地幅がだいたい110センチ幅のものであれば S、M は 3.2 メートル、L サイズだったら 3.3 メートル、LL サイズだったら 3.4 メートル必要だそうです。で、接着芯が50センチくらいですね。ちょっとだけあれば足りるかなという感じです。サイズによって着丈の長さがだいぶ変わりますね。なので身長によってサイズを選んであげるっていうのと、あとはバストのサイズで選んであげるといいかなと思います。で、この本の中ではこの黒とグレー両方ともリネンの生地で作っているんですけど、今回私はこんなストライプの柄がカジュアルな雰囲気で可愛らしいヒッコリーという生地を使いたいと思います。ちょっとデニムの雰囲気がありますよね。この生地を使ってさっきのジャンパースカートを作っていきます。ではパターンの紹介に行きます。必要なパーツとしてはとても少なくって、この前身ごろ、後ろ身ごろ、スカートというこの3つをフロックの型紙から写してください。で、この前身ごろと後ろ身ごろのだいたい真ん中あたりにこんな風に線が書いてあります。こちらは後ろ身ごろなんですけど、こういう風に線が書いてあります。これは身ごろなんですけど、例えばこの後ろ身ごろをまず写して、このカーブの線も写してください。この型紙の上に別の紙を乗せて、このカーブの線からここの部分を写したもの、それが後ろ見返しっていうパーツになります。ここがちょうど重なる感じ、後ろ身ごろと後ろ見返しで、前の方も今と同じように前身ごろを写して真ん中の線の部分も写します。で、ここからこの上の部分を別の紙に写してあげて、前の見返しというパーツを作ってあげます。この前の見返しと
後ろの見返しは両方とも接着芯を貼るので忘れないように線を入れといてあげるといいかなと思います。この大きい四角形みたいのが前と後ろのスカートのパーツになります。前と後ろで同じ形のスカートなのでパターンに移すのは1つなんですけど、裁断する時にはこれを2回裁断してください。今生地を裁断している途中なんですけど、この後ろ見返しと前見返しには接着芯を貼る必要があります。接着芯の貼り方も一緒に紹介しようかなと思います。こんな感じで生地を裁断する前にパターンを乗せてみて、だいたいこのくらいで縫い代を入れた状態で入るなっていう大きさに生地をなるべく四角形の形で裁断します。で、その四角形の生地に接着芯を四角形で貼ります。そうするとこんな感じで1枚の生地と裏側に接着芯の貼られた生地が出来上がりますよね。で、この状態で生地を折ってこの部分を輪にしてあげて、こんな感じでパターンを乗せて、でここに縫い代をつけます。見返しのこの下の部分には縫い代はいりません。他の部分に縫い代1センチをつけて裁断してあげると接着芯を貼ったパーツが出来上がります。はい、裁断が終わりました。では1個ずつパーツを見ていきたいと思います。これが前身ごろですね。前身ごろはぐるっと全部縫い代1センチでつけます。前中心は生地を輪にするので縫い代はありません。後ろ身ごろも前身ごろと同じでぐるっと全部縫い代1センチでつけます。後ろ中心は輪にしてあります。で、これとこれが今裁断した見返しのパーツになります。見返しはこの下の部分は前も後ろも両方とも縫い代はいりません。で、あとは周りは縫い代1センチでつけてあります。そしてあとはスカートの部分ですね。前のスカートと後ろのスカートと同じものを2つ裁断しています。裾の縫い代は3センチで、脇の部分とウエストの部分は縫い代1センチで、身ごろのところにはタックがこんな感じであるので、これも忘れずに写しておいてあげて、でこのタックの部分にはこんな感じで切り込みを入れてあげる。2つともこんな感じで2箇所に印をつけておいてあげてください。これで裁断は OK です。ではいよいよ縫っていきましょう。はい、ということで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。次回からゆっくり作っていきたいなと思います。是非一緒に挑戦してみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。